ございます。おはようございます。私たちは新婚で脱サラし、車中泊をしながらハネムーンで日本一周をしている夫婦です。はい、今回の動画は今更ですが、本当に今更ですが、はい、私たちの自己紹介をしたいと思っております。今更ですね。はい、10月の6日に登録者数1000人を突破して、はい、でもう一つの収益化条件である再生時間4000時間もクリアすることができて、はい、無事エパンストーリーは収益化することができました。登録いただいた皆様、そしていつも見ていただいている皆様、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。YouTube を始めてもう 3,4 ヶ月経ちますが、はい、お前たちは誰やとそうね、ちゃんとした自己紹介というものをしたことがなかったので、はい、この1000人を機に改めて私たちの自己紹介をさせていただければなと思います。はい、はい、それではまず自分たちについてお話しさせていただきます。はい、名前が私がしゅんです。ひよりです。はい、2人とも28歳です。はい、28なんですが、しゅんくんは早生まれなので学年的には1個上です。はい、1月生まれなので学年が1つ違いますね。はい、で出身地が私が神奈川県横須賀市です。はい、で私が埼玉県の川口市です。はい、なので2人とも関東圏の出身で、旅のスタートも関東からスタートしています。はい、はい、私たちは去年の11月に入籍した新婚夫婦です。はい、11月末なのでまだ1年は経ってないですね。ギリギリ新婚ということで、はい、新婚です。私たちは今新婚旅行をしているので、終わるまでは新婚と言わせていただきたいそうですね。そう思ってます。そうです。はい、新婚をしてね、すぐに2人で無職になるってなかなか特殊なことはしていますけどだいぶ特殊です。はい、日本一周に出る前は何してたかというと、私は高校卒業して保育の専門に通って、その後保育士として働いていました。絵もね下手くそだしご存知の方もいると思いますが、ピアノも数曲しか弾けないというわけでね、期待外れの保育士なんですけどもでも職業柄子供にねたくさん頼まれるアンパンマンとドラえもんだけはかける自信がありますと。なるほど。はい、私はですね、はい、高校卒業した後東海大学という大学に通ってまして、で大卒でそのまま通信関係の施工会社かな、に就職しました。でそこで大体6年ちょっとかな、勤めて、で退職して今に至るという感じですね。こんなんでも大卒ですよ。こんなんでもこんなんでも実はそうです。絵も下手くそだし、おいおい、リズム感もないし、運動もできないけども大卒ですよ。そう、運動が苦手なんです。運動が苦手でしょ、でリズム感ないでしょ、でそれに倣って音痴なんですで絵心もないでしょ、終わってます。芸術点がゼロと。ゼロですね。職もないです。あれそれ私もだったよく結婚したねおかしいよね。なかなかひどいですね。人として失ってるものが多すぎるはい、そんな感じです、はい、で2人の趣味ですね。はい、趣味は共通の趣味で言うと、もちろん旅行、あとカメラ、あとはラーメン、サウナ、キャンプ、野球観戦かな。多趣味ですね。多趣味なのかな全部広く浅くですが、本当にそうね。そう、本当に別に突き詰めてるわけではないですが、広く浅くやっております。ひより個人の趣味で言うと、私は、アーティストのライブに行くのが好きで、結構幅広く、アイドル系もバンドも J-POP もみたいな感じでね、いろんなアーティストが好きで、一時期は1年間で40回とか行き過ぎてますね。だから週1とかで行ってる月もあったり、2日連続で行ってる時もありましたね。すごいね。ドラムかじってた時もあったし。そう、ドラムやってたよね。音楽が好きですね。そうですね。あとは食べることです。はい、そうですね。皆様ご存知の食べることが一番幸せです。はい。で、しゅんくんは？なんだろうな。一人旅かな。そうね。なんか同棲中も一人で旅とか言ってた。結構。一人旅と二人で旅するのはまたなんか別のものだと思ってる。でもそう、一人旅は好きで、一人で海外とかも行くぐらい、結構一人旅も旅行が好きだね。あとはもう私と一緒の趣味だね、全部。ほぼそう。そんな感じですかね。はい、趣味はそんな感じですね。次に日本一周についてお話ししたいと思います。もともとね、しゅんくんがね夢だったんだよね。そう、もともとひよりに出会う前から日本一周行きたいなと思ってて、それも新入社員の時
にカメラを買って、でカメラを買ったタイミングでYouTube のとったびさんのチャンネルを見つけて、カメラすごい写真も綺麗だし、こんな日本一周するなんてこんな素敵な生き方があるんだっていうのを、そこで本当気づきました。で、いつかこういう旅がしたいなと思ってて、日和と付き合って、で日和にもとったびさんをおすすめしたら、日和もハマってくれて、めちゃめちゃハマってね、もう最初から最後まで全部の動画見て、そう大好きになって、で俺も行きたいんだよね、こういうことしたいんだよねって言ったら、いいじゃん行こうよってもう何の考えもなしにこの人は回答していたのでしゅんくんにとってはね、結構人生の中で大事なことじゃん、この勇気を出して私に言ってくれたんだよね。だけど私は本当に多分心からいいなって思って、考えるとかなかったんだよ多分。で即答したらしくそうらしいなんだよ。全然覚えてないんでしょだから即答したからね、覚えてない。結構そこは俺の中では、いいって言ってくれる人もいるんだと思って、珍しいじゃないですか、こういう何も考えてない女性そう、でも本当にそれで共感してくれて、いつか2人で行きたいねっていうのを、ぼんやり2人とも思ってて、でそこでとったびさんのオフラインイベントがあって、運よくチケットが取れたので、とったびの2人に直接話せる機会があって、日本一周2人みたいに行きたいんですって言ったら、すごい楽しそうですね、ハネムーンで日本一周するなんてめちゃめちゃいいじゃないですかっていう風に後押ししてもらえて、でそこから2人でもう本当にこれは行くぞという決心を固めました。そう、なんかぼんやり夢だったのが、急に目標になったっていうか、そう、もう2024年の7月にはもう絶対出ようと。でそこから大体2年ぐらいあったんで、その2年間で2人で一回同棲をして、お互いの生活スタイルを掴んで、でしっかり貯金もして旅に出ようということで、しっかり計画してから旅に出ることになりました。完全にとったびさんの影響だから、そうだからいつかまたお会いする機会があったら、そこで本当にありがとうございますっていう感謝を直接伝えるのが、目標というかね、夢というか、次の目標は登録者1万人と、とったびさんにありがとうございましたと伝えるというところですかね。そうですね、それを目標に今は頑張ってます。旅の準備期間ですが、今年の7月に旅に出るっていうことを決めて、で、私は保育関係っていうこともあり3月に退職しました。で、3月からその出るまで3ヶ月間で動画の編集のお勉強とか、YouTube の運営のお勉強とかを一から叩き込みました。頑張りました、本当に。頑張りました。本当にパソコンもほとんど触らなかったので今まで。そうだねよりは、タイピングから練習して。そうだね、そう、この3ヶ月でちょっと頑張って、でしゅんくんは退職が6月までは仕事をしていたので、6月いっぱいで退職して、最後の1ヶ月はね、ほとんど有給消化だったので。そうだね、その6月はほぼお休みをいただいてたので、そこで DIY を進めるのと、あと DIY が終わった後1週間だけ車中泊の練習で、静岡県の方に行って練習をしました。そうだから結構1ヶ月で DIY 一からやったりとか、あと普通にね、そう買い出しとか、そうだね、ちょっとずつやって、結構バタバタなそうだね6月はほんとバタバタしてたね。そうで、その中でやっぱりね、私が編集したことなかったから、でしゅんくんはね、ちょっと前からね編集触ってたんだよね。そう、旅に出ると、決めた時から動画編集は絶対にやっておかなきゃなと思って、大体2年ぐらい動画編集の勉強したので、たまにコメントで最初の方の動画、クオリティが高いですねとか、編集ちょっと参考になりますっていうコメントをいただいてたんですけど、それにはこういったわけがあります。だからしゅんくんは割とちゃんと YouTube の編集ができて、それに私が追いつけって感じで、そうですね、叩き込んだ感じで本当に頑張ってます、日和。なので動画自体はだいたい2本たら日和が1本編集するぐらいのペースで今上がってます。ですね。だから他のできる仕事とか編集以外の仕事はだいたい私が頑張ってます。そうです。旅のその準備期間の話したんですけど、その予算とか貯金額とかそういった話は先日出した金額公開の動画に詳しく載っているので、気になる方はそちらもチェックしていただけると嬉しいです。嬉しいです。で次に旅のルートですが、
何も決めてませんはい、本当に何も決めてない。本当に決めてない。ひどいです。そうですよ。そう、夏に北海道行くのだけ、決めてて、あとはもう全然本当にもうその直前で決めてます、でなので本当は山梨県の後は長野県に行こうと思ってたんですけど、回れず、いきなり山梨から新潟までワープして、で新潟からフェリーに乗った感じですね。そうですね。はい。まあ結局夏はね、あんまり回れるとこは少ないとか、ね、まあそうだねっていうのをやっぱ初めて気づいてとかそうだったりとか、まあ結局ね、編集でちょっと滞在したりとか、天気が悪くてやっぱ写真も撮るんで晴れまで待ちたいとか、そういった理由でね、結構予定より遅れを取ったりとか、そういうことがあるので、やっぱり決めすぎちゃうと疲れちゃうからね。自分たちのこの旅は本当に何も気にせず、ゆっくり旅がしたいということで始めてるので、そんなあんまり予定もカツカツに決めず、のんびり行ける時に行くという旅をしてます。はい、ちゃんと全国回りはしますよ。はい、ちゃんと回ります。であとはこの時期は雪の心配もあるので、今東北からどんどん南下していくんですけど、ちょっと飛ばしてしまう県もまでできてしまうかなと思います。でまずは東日本を最初に全部回ろうと思っているので、なので、来年の夏か今ぐらいまでには東日本を終わらせて、でそこから今度は西日本にというような感じですね。はい、来年中には終わるかなって感じ。東日本はそうだねゆるい感じでやっております。はい、はい。それでちょっと工事が始まったんで画角が変更されましたはい、ちょっとね俺らもちょっと邪魔になっちゃいそうだったんでちょっと移動してきました。はい、ちょっと移動しました。はい、次は YouTube についてですね。はい、なぜ YouTube を始めたかについてです。私たちはもともと旅行が好きで、で旅行行くたびに結構写真とか動画とかはもうプライベートで普通に撮ってて、全然どこにもあげないけど、ただ趣味で動画編集したりとかしてました。だからその思い出作りでやってたことの延長線で始めたのがきっかけです。そうだね。思い出作りで最初は始めたんですけど、登録してくれる方が増えたりとか、温かいコメントをくれる方が増えたりとか、その中で喜んでくれる方がいるなら、自分たちが綺麗だなって思った景色とか、美味しいなって思ったご飯とか、そういったものを共有したいなっていう気持ちが増えてきて、それが今は皆さんに向けて発信したい、共有したいっていう気持ちがやっぱ大きいです。自分たちが見返して楽しい動画を作ろうっていうのが第一で、それで皆さんも一緒に喜んでいただけたりとか、旅している気分になってくれたりしたらもう本望です。嬉しいです。でバンストーリーの由来ですが、2人ともトイストーリーが好きなんですね。であとは我々が今やってるのはバンライフということで、その造語としてバンストーリーと名付けました。バンライフ、トイストーリー、バンストーリー。そういうことです。これはですね、ひよりさんの発案で、でもちゃんと後付けですけど意味もあって、自分たちのそのバンライフの物語を発信していくみたいな、そういった意味にもなるねっていう感じで、そうですね、割と即決しましたね。気に入ってます。めちゃめちゃ気に入ってます。なので、皆さんバンストーリーをどうぞよろしくで、YouTube の投稿頻度は初めから週2で頑張ってます。で今は火曜日と土曜日に毎週更新してます。日本一周してるともなると、結構いろんなとこ行くから、全部が動画撮れるわけじゃなかったりとか、そうね、動画に上がっていない部分の写真とか、裏側の動画とかはインスタグラムに載せているので、よかったらそちらもフォローしてチェックしていただけるといいかなと思います。嬉しいです。嬉しいです。お願いします。そうです。しかも撮ったんだけど、ちょっと尺が足りずちょっとボツにしてしまった動画とかも、あったりとか、そういった動画はそうだね、いつかサブチャンでも作ってそこに上げられたらなとは思ってます。まだちょっとサブチャン作ってもちょっとまだいないので登録者が、そうなんですよね。だから1万人、次の目標1万人とかいったら、もしかしたらサブチャンを作るかな。したらほんとゆるりと自分たちの絵しりとりとかさ、自分たちがやりたい動画を上げたりとか、お蔵入りになった動画の行き先になったりとかね、できるといいね。そういうのも今後やっていきたいと思います。そうですね。ということでね、今言ったんですけど、次の目標は1万人です。そうです。1万人を目指してます。でなのでお友達とか家族とか紹介していただければ、私たちの目標に少しずつ近づきますので、ご協力よろしくお願いいたします。お願いします。あといつも見てくれているけど登録をしていないあなたいるんですいるんですよ。すごい。私たちのチャンネルに飛んでまだチャンネル登録って書いてある人
登録済みってなってない人はポチって押すだけですポチって押すと登録済みになるので、もうそれだけですごく嬉しいんですで本当にそうですね。はい、もうその一人一人のそのポチがね、私たちの夢につながるということなのでね、はい、ぜひ見ていただいている方は登録をポチッとしていただきたいと、はい、そう思っております。登録してくれると嬉しいです。はい、本当に本当に嬉しいです。はい、ね、結構友達とかにもね、見てるよとか、お母さんにおすすめしたらめっちゃハマってるよとかそうで結構そういう話も聞いてね、もうすごい嬉しいから、だからやっぱいろんな人に広めてほしいですね。はい、はい、まあそんな感じですね。はい、そうですね。まあ需要があったかしら、この自己紹介動画は。わかりませんが、ただのアホな夫婦が自己紹介してるだけだから。はい、新婚無職です最後まで見ていただけた方がいらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今後ともゆるりとやっていきますので、はい、アホな2人を見守ってください。見守ってください。はい、ということで本日の動画は以上となります。はい、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。最近インスタグラム日和が頑張ってますので、はい、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。お願いします。ということでまた次回。バイバイ。ということでまた次回。バイバイ。お腹空いた。お腹空いたぜ。ボキ。あ、すごい。怖っ。まあしんどいです。お腹空いた。飯食おう飯。飯だ飯だ。飯だ飯だ。